皆さんこんにちは。こんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。時間です。はい。今日はヨッシーとドライブおしゃべりをしていきたいと思います。お願いします。はい。今日はこれから何しますか？今日はこれから、ドライブのね、お供をね、買いに行ってね。そうですね。コーヒーをね、飲みたくなったので。そうですね。コーヒーを買いに行こうと思います。行ってみよう。はい。今日はね、今ローソンにいるので、今からローソンでコーヒーをね、買おうかなと思ってますので、まずはコーヒーを買いに行きます。ローソンはコンビニエンスストアです。はい、行ってきます。行きましょう。どうぞ。ちょっとゴミしてますね。ちょっと抹茶もあるんですけど、どうします？ありますね。コーヒーがいいよね。よし、今決まった？コーヒーで。コーヒー？メガ、どうしようかな。メガにするか。メガ、私はメガで。メガにしましょう。はい。濃いめアイス？普通のアイス？あ、はい。メガアイスカフェラテの普通で1個と、メガアイスカフェラテの濃いめで1個。以上で。はい。持ってないです。はい。あ、80円あります。メガアイスカフェラテでした。2つ。あ、カフェラテとコーヒー？あ、コーヒー？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。アイスコーヒーの普通。はい。はい。注文間違えました。はい。はい。ヨッシーがアイスコーヒーでしたね。アイスコーヒーです。どっちもアイスカフェラテ頼んじゃった。大変。そうそう、無印ってさ、違った、ローソンってさ、無印あるんだよね。みんな無印知ってるかな？あると、カナダにはある。ね、人気だよね。あるとこあるかも。そうそう。無印大好きです。いいよね。無印好き。シンプルなデザインだけどね、なんか、シンプルだから良いか。そう、シンプルで質がいいよね、やっぱり。良品だからね。確かに確かに。でも本当に質いいなって思う。確かに無印良品、どういう印がない品ってこと？そう。無印ってあれだよね、なんかロゴとかなんかないみたいな。ああ、確かに。無印はロゴがない。そう、なんかシャツとかも売ってるし、帽子も売ってるし、なんかミニトートバッグ折りたためるって感じ。とか靴下とかも売ってる。あとコスメとかさ、文房具もあるよね。私はよく化粧水使います。確かに。できたかな。どうかな。はい。はい。よいしょ。アイスコーヒーができたみたい。アイスコーヒー。よいしょ。飛んじゃった。はい、ありがとうございます。こっちがラテだ。よいしょ。ゲット。はい、どうぞ。はい、どうも。よいしょ。はい、コーヒーゲット。コーヒーゲットです。私はメガアイスカフェラテにしました。僕はメガアイスカフェにしました。いいね、飲みます。私これめっちゃ好き。なんか今日マイルドな味がする。濃くないってこと？
いつもよりマイルドかも。もしかしたら濃いめじゃないかもしれない。うんうんうん。でも美味しいです。逆にこっちが濃いめかも。間違ったのかもね。うん。私がオーダーミスった？わからん。ね。聞いてなかった。まあでも普通に美味しいです。うん。じゃあ行きますか。行きましょこれから、う。うん。どれくらいドライブするっけいつも40分ぐらい ?50 分ぐらいそうだね。1時間しないくらいだよね。うん。はい。1時間しないぐらいかな。じゃあちょっと、私がね、運転手なんです、いつも。うん。しょうがない。そう、ヨッシーは運転免許を持っていないんです。しょうがない。免許ね、持ってないと運転できない。免許取りに行ったはずなんだけど、なんかね、免許持ってないんですよね。不思議ですね。不思議ですね。うんそういうこともありますね。はい。ということで私が運転します。免許取り行って学校でやめたとかじゃないからね。取ったんだけど、ちょっと、そう。ある事情によりね。なくなった。なんか事故を起こしたとかじゃないからね。なんか言った犯罪者みたいなそう。めちゃくちゃやらかして、なんか警察に目つけられて亡くなったとかじゃないからね。どうして亡くなったんですか？まあ、その免許というものは更新期限があるわけですよね。うんそう。で、まあ、コロナとかでね、いろいろはがきを放置してたら、うん。だいぶ月日が経ってしまい、もう更新あなたできませんってなったので、その免許の資格を剥奪されました。そうだ。本当は更新してくださいってハガキがね、そう、来るのよ。来るんだよね。結構来るね、何年かに1回ぐらい。そう。で、それを持って、うんうん免許の更新を、そう警察署かなあ、そうだね。ね警察署だね。しに行くんだけど、そうそれを、ずっと放置してたんだよね。そう。そしたら免許の権利がなくなっちゃったっていうあ、そう。感じです。なので、いつもドライバーは私です。そうです。はい。いつか免許取ってください。はい。ね、近くに学校あるんで取り行きます。はい、お願いします。ということで行きましょうか。はい。じゃあ、運転します。レッツゴー。はい、今から高速に乗ります。はーい。オッケー。多分良さそう。ではでは。では。今高速道路に乗りましたので、はい。ドライビングトークをしていこうと思います。はい。はい。していきましょ今日はどんなテーマで話しましょうか。う。休み、まあね、今土曜日なんで休みの日ですね。そうだね。休みの日はどんなことしているのっていうテーマはいかがでしょうか。お、いいですね。じゃあそれについて話してみましょう。はい。まあ今日休みの日なんで、まあ、逆に今日何すんのって話ですね。まあそうだよね。まず今日何するかみんなに言いましょうか。はい。今日は今からショッピングモールに行きますね。はい。で、何する？決まってる？ショッピングモール行って、まあお買い物、なんかね、欲しいもの見たりとか、映画見たりとか、作業したりとかうん。ですかね。そうね。映画は、あれかな？煙突町のプペル？ね、ちょっと今何やってるかわかんないけど。後で調べてみようか。そうね。いいですね。そんな日かな。まあご飯食べたり。今日のランチ何食べようね。どうしようね。何の気分？うちらまだ何も食べてないじゃん、朝から。そうね、コーヒー飲んでね。お供のコーヒー飲んで。コーヒーしか飲んでない。まあやっぱ、ね、健康的なものが食べたくなるので、日本食？定食？いいね。じゃあそこ行く？釜炊きご飯のお店。そうね、釜炊きご飯と、塩サバの定食とか。ああ、いいですね。美味しいよね。あと味噌汁ついてみたいな。はいはい。じゃあ和食で行きましょうか。和食がいいですね。私も和食の気分です、とっても。ねお腹空いてきた。めっちゃお腹すくね。昨日もさ、金曜日で調子乗ってさ、花金だと思ってさ、なんか、うちのね、お父さんが私のお家に料理を作りに来てくれたのね、昨日。で、なんか、ご飯を作ってくれて、それを食べてたんだけど、たくさん食べちゃったよね。ああね。あるよね、そういうのはね。そう。だから昨日もたくさん食べちゃったから、本当は今日抑えめにしないと。ああ、そういうことね。バランスを取るためにね。そう。っ
って思ってたんだけど、うんうん。せっかくのお出かけだから食べちゃうよねみたいな。あね。まあちょっとご飯少なめとかにしたらいいんじゃない？あ、そうだね。炭水化物少なめとかにしたら。うんうん。やっぱご飯がさ太っちゃうよね。まあ炭水化物がそうね。でも私ご飯大好きなんだよな。本当に辛い。辛い。まあ北海道出身だからね。なんで？関係ねえか。なんうか関係ない北海道はご飯とかさ、まあ食全部美味しいじゃん。まあ北海道は全部美味しいですね。まあ食まずいとこないと思うけど、うんうん。わかんないけど食がまずいところに生まれてたらそんな食好きの好きじゃないとかなりそう。あーでもまあ私お父さんが料理人なのもあるかもね。うんなんか昔から食に興味はあるというかさ、うんうん美味しいものに囲まれて育ったっうんうんうん。ていうのはありますね。確かに確かに。そうそう。たまにねうちにお父さんが料理作りに来てくれるんだよね。すごいね。いいよねいいよね。めっちゃすごい。料理代行ですね。料理代行です。そう。なんか日本には家事代行というサービスがあるらしいですけど、知ってますか？もちろん家事代行この前使ってみましたね。何をしてくれるサービスなんですか？本当はね本来の目的はエアコンの掃除をしてもらおうと思ったの。まあ家事代行を依頼したよっていうことね。で、依頼するも元々の背景はエアコンを掃除したかったってことね。そうエアコンの清掃サービスを調べてたら、家事代行の会社がエアコンも掃除してくれるっていうのを見つけたのね。ああ、そういうことね。はいそう、はいはい。最初はそれが始まりで、エうん。アコンね掃除したいなと、ね、自分じゃできないから、はいはいしてもらおうと思ってたから、業者をこうネットで探してたんだけど、うんうん。そしたらこう家事代行のサービスが出てきて、はいはい。なんか初回2時間なんかちょっと安めの金額だったから、はいはい。ちょっと待ってこれはやってみようかなみたいな、初めて使ってみようかなって。家事代行って他の家事もやってくれるやつ、はいはい。例えばトイレの掃除とかお風呂の掃除とか、うんうん。キッチンのシンクの中の掃除とか、うんうんまあ部屋も全部掃除機かけてくれたりする、普通に家事をやってくれるサービスなんだけど、それをちょっと初回安かったし、うんうん。使ってみようって思ったんですよ。うんうんそう、そしたらめちゃくちゃ良くて、うん。うん。部屋ピカピカになってたよね。なってたね。そうそう。なんかいつも汚いみたいになってますけど、別に綺麗にはなってましたね。そうそうそう。なんか、いつもさ、細かくはできない掃除がたくさんあるじゃん。そうね。時間がかかるところとかね。そう、お風呂とかもさ、うんうんさっとは掃除するけど、うんうん。なんか、ちゃんと綺麗にはできてないみたいなところ、ね。まあまあ、そうね。なんかプロが持ってる洗剤とかね。そうそうそう。そういうのに。そうなの。あと、沖縄って、私たち今沖縄に住んでるんですけど、うんうん沖縄ってお水がね本州のお水とちょっと違って、うんうん。香水っていうさ、多分海外のお水とちょっと似てるんだよね。はいはいはい。で香水ってなんか白くなるのよ、ほっとくと。うんうんうん。石灰みたいなのが固まって白くなって、鏡とかさ真っ白になっちゃうの、そうだね。ね、それがなかなか洗剤で落ちなくて、うんうん。でも昨日じゃないこの前か、うん家事代行の人に掃除してもらったらそれもピッカピカにしてくれて、うんうんうん。素晴らしいって思いましたね。専用のなんか洗剤があるんですね。多分そうそう、私たちは持っていない、はい。沖縄のね、対策のね。そうそう確かに確かに。っていう細かいところとかも掃除してくれてすごく良かったっていうね。確かに。そう実際に依頼して確かに。なんか、家帰ってきた時に、なんかなんだろう。綺麗になっている匂いを感じた。おお、匂いがしたの？匂いがした。いい空気になってたってこと？なんかね、多分洗剤の匂いというか、多分いろんなそういうものの匂いがしたから。そうなんだ。なんか掃除されたんだろうなっていうのを匂いでも感じれた。そうなんだ。そう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 。家にずっといたから分かんなかった。そうね。帰ってきたらなんかね、わかる。うんうん。確かに。そうそう。そういうね、家事代行もね、依頼しましたと。この前ね、そう依頼して、すごく満足度が高かったので、はい。うちエアコン2台あるんだけど、もう1台はまだ掃除してないから、今月の末にもう1回、その家事代行サービスとプラスでエアコンの清掃もまたお願いしてみました。良さそう。いいね。確かに確かに。多分海外だと逆にさ、
そういうのは当たり前の国もあるよね。家事を代行するのが、子供がいる家庭とか。あるね。何あるイさんメージとか言言わない？なんか何って知らない？何知らない。なんかその家族と本当一緒に同居する形で家事をしたりとか子供のお世話をしたりとかする、まあ、メイドさん的なもののことを何っていうよね。そうなん、知らない。初めて知った。何って言うんや。そう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 。へえ。それこそシンガポールとかなんかマレーシアとかもそういうのがなんかあるイメージ。へえ。アメリカもそうかな、わかんないけど。なんかまあベビーシッターはめっちゃいるイメージはわかる。そうだね。まあそういうことね。家政婦さんというか。そう全部やってくれる。子供の世話もやるし、家のこともやってくれるみたいな。そうそうそう。確かに確かに。なんか今までそれをさ使うのにちょっとだけ抵抗があったというか、本当はさ自分で頑張れば家事ってできるじゃん。でも私たち共働き一緒にずっと働いてるから、私はもうほぼ会社を経営してるみたいな感じだからさ、もうなんか休みもないし仕事ばっかりしてるから、今日休みの日何しているっていうトークなんですけどね。そうそう。まあそうなんですね。今日はこれからお休みの日について話すんだけどそうそうそう。休みがないとね、前提ね。普段は休みが本当になくて、でずっと仕事してる。多分1日12時間ぐらいやってるから。あら、半分ですね。そう、1日の半分は仕事してるから、家事がねなかなかできないんですよ。まあまあまあ、確かに確かに。そうそうそう。でそれをね、そう家事代行サービスを使うのにちょっとだけ抵抗があったんだけど、でもなんかやってみようと思って申し込んでみたらかなり良かったから、ちょっとまた次は頼んでみるっていうね。家事代行の案件動画みたいになってるね。そうだね。会社名ちょっと忘れちゃったけど。なんか概要欄にクーポンコードとかあったりするんですよ。でも、まあ、日本在住とか沖縄に住んでないと意味がないから。それはそうだわ。そう、別にフランチャイズの会社じゃないと思うから。それはそう、地域密着すぎたな。そうそうそう。確かに確かに。っていう感じで、まあそれがありましたね。良かったですね。なので、まあ休みの日にそれこそ家事をしなくてよくなったっていうね。確かに。まあ確かに。まあ掃除の面ではね。そうそうそう。まあ月に1回プロの掃除あることによって日々の掃除が楽になるってことね。そう、めちゃくちゃ楽になる。なんか細かいところまで自分がこう気がついてない汚れとかもさあるじゃん。それも綺麗にしてくれるから、普段の掃除は普通に掃除してれば、まあ、ずっと綺麗な家を保てるというかね。っていう感じかな。確かに。なんでこの話になったんだっけ、家事代行の。今日何食べるからも始まってて、でなんかお父さんがその料理にしてるんだよねとか、でなんか料理代行になって家事代行になって家事代行頼んだんだよねってなって、休み家事しなくてもよくなりましたっていう話ですかね。で今日は本当でも休み久々だよね。何もない日、まあレッスンしたわ今日の朝。まあそう。でもいつもの今日土曜日なんだけど、いつもは午前にレッスンして昼も入っちゃう時もあるんだけど、夜もいつもは入ってたんだけど、ちょっと今日はお休みにさせていただいて、午後以降ですね、午後からの一日はもう全部休みみたいな感じにしています。ですね。いいですね。そうで、私はなんかフリーランスっていうか、まあ今度会社設立とかもしていくんだけど、まあそういう働き方、休みがまあないというか自分で決められるという働き方ですけど、ヨッシーは会社員じゃん。土日は何してるんですか？土日は何しているか。まあ土曜は何してんでしょうね。何してんだろう。まあ、カフェ、コーヒー飲んだり作業したりしてるんですかね。あんま分かんないですね。休み何やってるか意識してない？休み、そうね。ちなみに先週は日曜日ずっと寝てました。めっちゃ一日中寝てたよね。そうだっけ。
まあ、そういう日もありますよね。そういう日もあるよね。まあね、うんうん、そうそうそう、日曜日はずっと寝てて、うんうん、この人夜寝れるのかなっていうぐらい昼間もずっと寝てた。あら、でも夜も普通に寝てた。めっちゃ寝てますね。めっちゃ寝ててすげえって思った。猫みたいな生活。そう、猫みたいになってたよ。まあなんかね、平日たくさん働いて疲れたら土日のどっちかめっちゃ寝るわ。うんうん。まああるでしょうね。うんうん。確かに。ですね。うん。そうそう。まあでもなんかまあね、今までの土日はなんかそういう寝てたり作業したりとかしてたけど、これからの土日はなんかクリエイティブなことできたらなとは思ってますね。あ、そうですね。ヨッシーもね、日本語教師としてデビューするんだよね、これから。うんうんうん。だから土曜日も日曜日もレッスンが入る可能性もありますね。はい。どうですか？楽しみですか？日本語を教えるというのは。そうですね。うん。楽しみですね。これからデビューしますね。うん。どうして日本語教師やりたいと思ったの？どうして日本語教師をやりたいと思ったのうか。ん。なんか日本語教師をやりたいって思ったというよりかは、なんか日本語を学びたいという人に対してなんか日本語を教えることができたら楽しいんだろうなと思った。うん、楽しそうだからって感じ？その仕事が。まあそうね、最初はそうかな。おー、いいね。うん。特に日本語教師になりたいとは思ってなかった。でも結果的になるっていうことだよね。あ、そう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 なるほどね。そう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 。でもね、本当私の生徒さんもそうだけど、なんか日本のことをやっぱ基本的に好きな人が日本語を学んでくれているから、なんかね、とっても教える私もすごく楽しい。うん。日本のこと好きでいてくれてるし、日本語を学びたいってモチベーションで来てくれているから、すごくね、嬉しい気持ちになりますね。そうだよね。うん、確かに。自分の国にとか言語に興味を持ってそれを教えることができて、かつ相手も嬉しいってなるとね、そうそうそう、ウィンウィンですね。そうなの。確かに。私みんなね、私の生徒さんみんなもうちゃんとね、いつも宿題やってきてくれたりとか、もうめきめき成長してて、日本語力が。そう本当にすごい。もう半年ぐらいで日本語だけでレッスンできるようになったりとか。今までは日本語を話せなかったってこと？そうそう、ゼロからの人も半年ぐらいでも日本語だけでレッスンできるようになってる。へえ、すごいね。いや、すごいと思う。そうそうそう。生徒さん自身も努力してくれてる。確かに。そうなの。でも日本語の、そういうことね。日本語でレッスンができるようになったってことは、日本語を話す練習も生徒自身でやっていたということ？まあレッスンの中でね。レッスンの中でね。なんかそのリスニングは勉強できそうだけど、話すとかコミュニケーションするは、レッスンの中で鍛えたということ？そうだね。レッスンの中じゃないとなかなか鍛えられないかもしれないね、逆に。話すっていうことに関しては。そうだよね。インプットは自分でできる。ね、読めたりね。そう、単語を勉強したり、リーディングしたりはできるけど、やっぱアウトプットは誰かと話さないと難しいよね。そうだね、コミュニケーションにおいては確かに確かに。でも私の生徒さんとかにはやっぱり単語をちゃんと声に出して読む練習してねとかは言ってますね。いいですね。そうそうそう。とても楽しいお仕事ですね。確かに。しおんさんは休みの日はどんなことしてるんですか？でも私も結構カフェに行くのが好きだから、結構カフェに行って、コーヒー飲みながら、なんか SNS 見たりとか、自分のやりたいことをやってる感じかな。なんかもうカフェに行くだけで私はリフレッシュになるかも。あ、そうなんだ。へえ。何するとリフレッシュになる？何するとリフレッシュになる？そうですね。寝ることじゃないですか？寝ることなんだ。日曜日ね、そんなに寝てると、まあ寝たり、そうね、寝ることとか運動することとかね。どんな運動？なんだろう、走るとか？いいですね。自転車に乗るとか？確かにリフレッシュになるよね。そう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 。
やっぱ運動するとか、脳に酸素を多く送らせるとか、そうするとリフレッシュするとかはあるかもね。それは運動することによって脳に酸素を届けるってこと。そうそう確かにそれはちゃんとリフレッシュになりそうね。ですね。まあ普段やらないことやるとだいぶリフレッシュになるよね。まあ確かに平日は寝れないしね、たくさんね。そうそうそう。忙しくて仕事が。そう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 。でも結構最近はお出かけしてるよね。そうだね。お出かけしたり、いろんなとこ行ってるかもね。確かに。この前は北海道ね、一緒に行ったりとか。ワーケーションみたいな。仕事と休みを一緒にやったみたいな感じだね。そうだね。まあ場所変えて仕事しているから、そういうこともできるかもね。リフレッシュになる。なんかそう、そもそも私自身が仕事とプライベートを分けてないから、なんか別になんて言うんだろうね、スイッチのオンオフがめっちゃあるかって言われると、まあ、正直なくて、だから時間で結構区切ってるイメージ。なんかこの時間は自分の時間にしようとか、カフェ行ってちょっとまったりしようみたいな。なんか一日休みみたいな日があんまりないし、必要じゃないっていう感じかも。昔から結構。でもそう、最近ね、てか昨日なんだけど、ある YouTube を見てて、スウェーデン人の人たちの過ごし方みたいな。よくあるね。そう、なんか北欧の人たちって結構、仕事する時間が短いのに生産性が高いみたいな。よくあるね。よくあるじゃん。そうそう。で、暮らしを大切にしてるみたいな。で、なんかその YouTube、その本を書いた人の、なんかトークしてた YouTube を見て、なんかその人は日本人で女性なんだけど、旦那さんがスウェーデン人で、スウェーデンに移住した時にすごくギャップを感じたみたいな、日本と。で、なんかそれが、私たちってまあ日本人って多分ほとんどの人がさ、仕事やって残業して、で、家帰っても寝るみたいな。で、平日はそんな感じじゃん。でも、スウェーデンの人は、もうなんか1日を 3個に分割して、まあ8時間は寝る時間じゃん。で、普通の8時間は働く時間。で、この後の8時間をどういかに過ごすかみたいなのがすごく大事にしてるみたいな。そうそう、だから、残業はほぼないって言ってたね。スウェーデンは残業もないし、私たちってさ、会社員だと、週に5日間の8時間労働で40時間じゃん、週に。なんだけど、スウェーデンは確か37時間らしいです。労働時間が1週間でそう。8時間働いてないってこと？ 37 時間だから3時間短いってこと、日本より。そう8時間働いてないんだね、毎日ね。どうして8時間になるの？いや、3時間少ないってことでしょ。そう、3時間少ない。そう、1日に8時間働いていないっていうこと。そうなの。なんで？なんで、そのアフター5的な時間をすごく大事にしてる。そう、考え方が違うもん、仕事に対する考え方が。なんか私たち日本人って割と仕事が人生になっちゃってる人結構多いと思うよ。特にもう頑張ってる人たちはね。だけど、なんかスウェーデンの人たちはその仕事のために私たちの人生があるわけじゃなくて、家族と過ごしたりとか、友達と過ごしたりとか、そういう時間が一番大切だから、その時間を有意義に過ごすための仕事みたいな。っていうなんか考え方をしてるみたいな。そう、なんかその考え方素敵だなと思うし、理解もできるんだけど、じゃあ実際できるかって言ったらちょっと難しいなって私は思ったの。そう。なるほどね。確かに。残りの8時間で何やってる人が多いんだろうね、全ての人は。育児をしたりとか、子供がいる人は育児をしたりとか、家事をしたりとか、あとは趣味の時間にしたりとか。でもさ、思ったの、その時間も新たな産業を生んでるというか、ビジネスをちゃんと生んでるよなって。逆に趣味を充実させるためのものだったりとかさ、それこそレストランとかもそうかもしれないし、なんかそう、それがなんかすごいなってまず思った。確かに。
それはスウェーデンの人はなんか2つ以上の仕事をしている人が多いとかあるのかな。2つ以上どうして？なんか例えば1日、7時間しか働いてなくて、残りの8時間とかをその趣味とかに費やすとなったら、その7時間の中でめちゃくちゃなんかお金がなんか給料が高いとかもあるかなと思うのと、あと残りの8時間で趣味をやろうとしてもどこかのお店がやってないといけないでしょ、ってことはみんながなんか短い時間しか働いてなかったらお店がどこもやってない、サービスを受けられないから趣味がそもそもできないとこがあるから、ってことは誰かが2つ以上の仕事をやっている、なんか労働時間が長くないとそのサービスを受けられる人も減るんじゃないかなと思って。いや多分副業してるみたいな人は少ないんじゃないかな。その人の話を聞いた限りでは少ないと思う。それからレストランの人はそのレストランの中で、1日8時間以内の仕事をしてる。そもそも給料も高いしね。それが不思議だよね。でしかもこれでびっくりなのがGDP あるじゃん、GDP が日本より上なの。だから1日の短い時間の中で、日本よりも短い時間の中で一人一人のパフォーマンスが超高い。そうそれがめっちゃすごいなって思った。それ何が違うんだろうね、日本と。でも成果主義ではあると思うよ。日本ってさ、違うじゃん、成果主義。もちろんそれも大事なんだけど、なんか、会社に行って普通に仕事をしてればお給料もらえるじゃん。でも多分スウェーデンとかはそうじゃないんだと思うよ。ちゃんと成果主義。成果出してないと首を切れってことね。それは当たり前にそうなんだと思う。の代わりにちゃんと給料も高い。なるほどね。そうでしかもなんか女性と男性の賃金格差がめちゃくちゃ少なくて、日本は多分 20% 以上あるんだけど、男女の格差がね、女性の方が少ないんだけど、スウェーデンは 3% ぐらいしかないらしい。へえ、そうなんだ。そうなるほどね。そうなの。すごくない？確かに確かに。スウェーデンのなんかね、産業って何が一番大きな産業なんだろう。 IT 系なのかな。なんだろうね。あれ IKEA ってスウェーデン？デンマークか。なんかデンマーク、いや違うかな、違うかもしれない。IKEA どこだろう。でもなんかそのあたりな気がする。北欧だった気がする。そうだね。そうそうそう。フライングタイガーがデンマークか。フライングタイガーデンマークだね。そうそう。でも日本よりも小さい国だよね。その人も少ない、人口も少ない。確かに確かに。そうそう。でもすごいなーって、なんかその考え方理解できるし憧れもあるんだけど、今の私にはもうちょっと先だなって、できなくて先だなと思ってる。理想はその働き方だけどね。そう。確かに。スウェーデンなんでその働き方できるんだろうね。いやすごいよね、それがね。気になるよね。逆になんで日本はできないんだろう。だから逆に成果出せない人は、仕事がなくなるってことは貧富の差が大きいのかな。もしかしたらそれもあるかもしれないね。でも福祉が充実してるからおそらく。なんか、病気とかであればちゃんと保証はされる気がするね。なるほどね。でもなんか普通に健康ですでもなんか成果は出せませんって人なんて多分めっちゃいるじゃん。その人は成果出せないからめっちゃ貧乏になるとかなのかな。のかもしれないし、仕事のこのなんて言うんだろう、簡単な仕事にしかつけないとかはあるかもね。そうだよね。それはありそう。確かに。なんかその働き方をしてるっていうのを聞いて、それが実現できてるっていうのがすごいなって思った。すごいね。インタビューしたくなるね、スウェーデンの人に。聞いてみたい。いないの、スウェーデンの人の生徒さんは。生徒さん私はいないですね。そうなんだ。オーストリアとかドイツとか、オランダとかはいるんだけど、北欧の人はね、私生徒さんにいないんだよね。そうなんだ。スウェーデンみたいな国残業しない。なるほどね。でも北欧とかそうなんじゃないかな。他のフィンランドとかも分かんないけどね、ちょっと教えてほしいです、知ってる方いたら。確かに確かに。そうなんかね、日本は長時間労働してるって言われているけど、他の国も長時間労働している国はなんかありそうだよね。韓国とか中国とかはそうなんじゃない？同じアジアの。
あと意外とアメリカ人のその生徒さんに聞いた時も、うんうんまあ、その人ニューヨーカーなんだけど、うんうん、めっちゃ仕事してるよとは言ってた。そうだよね。とは言いつつも、すごく自分の時間を大切にしてる人は海外の生徒さん見てて、すごく感じるね。なるほどね。そうそう。確かに仕事で短期間で成果出しつつ自分のね人生もねやっていかないと、まあ、持続可能的にはならないからね。そうそう。確かに、まあ、ずっとね健康で働き続けることができないよね。できない。一過性にね終わっちゃう頃、とても混んでますね。ですね。そうだね。じゃあヨッシーは、どんな休みだったらなんか自分の理想の休みの過ごし方になりますか？理想の休みですね、理想の休みでいくとまあ5時に起きるですね。朝の早い。それはどうして？まあ朝早起きした方がね、まあ、その日の一日が長くなるから普通に活動しやすくなる。確かにね。だから朝5時起きてラジオ体操かヨガして、でコーヒーをね豆から作るみたいなのがあったりとか、そうね、コーヒーを一から作って入れて飲んで、まあどんな一日を作ろうかってジャーナリングするとか、なんかメモ書きをしてとか、まあ、休みだから平日でどんな1週間だったかみたいな振り返って、なんか次の1週間どんな1週間にできたら良さそうかみたいなのを書き出したりとかして、でまあそうね、その日の一日の計画とかを書き出して、まあちょっとどんな計画出てくるか、理想な計画だとまあおそらく平日にできなかった終わらなかった仕事をもしかしたら午前中やるかもしれないし、で午後から美容院に行ったりとか、買い物行ったりとか、なんか友達と遊んだりとか、なんかそういう外の予定をやっていくかな。でまあ9時ぐらいに寝るとか。早いね。なんか5時に起きて9時に寝る。で平日できなかったことやったりとか、まあ、友達に会ったりとか外のアクティビティでリフレッシュをする。いいですね。なんかそういう一日が良さそうですよね。確かに。ちょっと朝から自分でコーヒー入れればやりたいよね。朝からコーヒー入れるはやってみたい。あとまあ平日できないことを入れてみたいよね。例えば？わかんないけどオンライン英会話とか。ああ、そういうこと？朝なんかオンライン英会話とか多分日本語教師もそうだと思うんだけど、めっちゃ頭動くやん。動かすね。だから朝一にそれを入れることによって脳が動くから、その日の一日の脳の活性度が良くなるんじゃないか。確かに。まあでも日本語を教えたらいいかもね、だったら。そう。それはそうだ。ね、なんか休みの一日って言ってるけど、日本語教えて休みじゃなくなるっていうのは、ね。まあ確かに。なんか別にさ、なんか私はなんだけど、休み、仕事って別に区切りたいとも思ってないから、いいんじゃないって思ってる、それで。まあ確かに。人によってね。良くないみたいな。人によると思う。完全に分けたいって人もいると思うけど。でも別にいいんじゃないってなってる。良さそう。私はね、みんなはどうですか？分けたい派？プライベートと仕事、ちゃんと分けたい人ですかね、皆さんは。ちょっと料金所があるので、今高速に乗っているんですが、料金を払います。払います。いくらでしょうかね。多分1000円ちょっとだと思う。カードで払うよ。あ、いいよ。現金で払っちゃうよ。あ、でも1万円札しかなかったから。あら、でかい。お願いしても。はい。ショッピングモールまでもうすぐですね。ね、もうすぐ近い。この高速道路のなんていうの、料金所にいる人はなんかどれくらいで交代してるんやろね。一日何時間で？そう。トイレとか行きたいじゃん。トイレ行きたくなっちゃうよね、絶対。はい、お願いします。クレジットで。はい。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。では、高速を降りましたので、ショッピングモールに向かっていきましょう。ショッピングモールで何買うの？
私はうん欲しいなと思ってるのはいくつかあって、お、なんだろ収納するカゴみたいな、う。カゴみたいな。はい、はい。そう、もうちょっと増やしたい。1個持ってるんだけど、うんうん。同じシリーズのやつ、ニトリっていうね、家具が売ってるところにあるんだけど、ニトリでカゴ欲しいなって思ってる。うん。うん。あと、私が今レッスンしてるお部屋があるんだけど、うんうん。後ろがね、真っ白の壁なの。うんうん。なんか飾りたいなと思って、うんうんなんか良さそうなアートとか、おー。可愛い何かがあったら欲しいなって感じ。いいね。そう。ちょっと見に行って欲しいものがなかったら、まあ、ネットとかで見るけど、うんうんうんせっかく今日行くし、うんうん。見ようかなって感じ。見てみよう。うん。アートとか売ってるのかな？なんか別にめっちゃアートって感じじゃなくても、なんか可愛い何かが壁に飾れる何かがあればいいかなと思っています。確かに白い壁だからね。そう真っ白でつまんないから、ちょっとこっちに入りたいな。入れてくれないかな。入れてくれそうだ。入れてくれるかな。すいません、ごめんね。よいしょ、ちょっと今車線変更してました。今日土曜日だからね、なんかこの車の道も結構混んでるね。今の時間混んでる時間だわ。うん。なんかさ、日本だとさ、車譲ってくれた時にハザードはい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 。するけど、みんなの国はするかな。どうなんだろね。う。もうなんかありそう。何かしらの暗号はありそう。なんか、ありがとうみたいな。アイコンタクトとか、そう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 。なんかありそうだよね。うんうん、ちなみにフィリピンにいた時はなかったですね、そういうのは。確かに。すごかった。割り込み運転もすごかったし、うん。私は絶対にフィリピンじゃ運転できないって思いました。怖い。無理と思って。日本以外はちょっと結構怖いかもね、どこでも。うん。独自のルールがあるからね。独自のルールもそうだし、ハンドルがさ、日本と逆じゃん、左ハンドルでしょ、海外の。それがちょっと慣れないよね。慣れない。車線も違うし。そう、逆方向だから。確かに。うん。事故りそう、怖いね。いや、怖いよ、めっちゃ。海外で交通事故した方が怖いね、いろんな。確かに。最悪じゃない？いや、もちろん最悪だよ。フィリピンだって警察来ないじゃん。来ない、絶対来ない、警察。自分らが警察署に行くという。なんで？まあ警察来てるのも見たことあるけど、すごく遅いと思う。いや、遅い。めっちゃ電話しないと来ないし、電話繋がらないし。みたいな感じだね。確かに。日本はすぐ来るからね。日本は早いね。早い、すぐ来る。あと救急車とかが日本は無料？もちろん。なんかアメリカはめちゃくちゃ高いイメージがあって。そっか、お金かかるんだ。そう、だから呼ばない？そんな簡単には呼ばない。そう、病院行ったりとか、なんかどうにかして自力で治すとか。あんまり病院そもそも行かないっていうね、医療費が高いから。だからその予防のサービスとかがね、もしかしたら広まってるかもしれない。ああ、なるほど。わかんない。ヨガとかフィットネスとか。確かアメリカから流行るよね。そういうの。なるほどね。でもあんまりアメリカはそういう健康的なイメージは僕の中でまだ持ててない。まあ確かに。なんかどうしてもそうフファーストフードみたいなイメージがあって。でもなんか意識高い人はめちゃくちゃ多いイメージがある。ね、なんかウェルネスというかヨガとか健康食とか、なんかそういうなんかまあいろんな人がいるからね。ファーストフード食べたりとか。そう。なんか今日若干天気悪いね。6月だからね、なんかずっとね、天気が悪くて。梅雨かな？梅雨ではないかも。終わったのかな？どうなんだろう。なんか1週間ぐらいさ、今週めっちゃずっと天気悪かったよね。今週ずっと天気悪い。なんかさ、いつもさ、コワーキングにさ、自転車で行ってるじゃん？夜、びちょびちょで帰ってくるもんね、雨に濡れて。そうだね。行きはなんかちょっと、晴れてそうな感じだからチャリで行くんだけど、なんか仕事終わって帰ってこうと思ったらめっちゃ土砂降りみたいな。でも傘持ってないしどうしようみたいな。朝さ晴れてること多いよね。そう、朝晴れて夜雨なんだよね。そうだね。それが不思議。確かに。でもこの間台風あってね、なんかいろんな暴風というか強い風とか強い雨があって、梅雨もね吹き飛ばしてくれたかなとか思ってたけど、そんなことはなく。でも台風が過ぎた次の日とかはめっちゃ晴れたね。めっちゃ晴れたし、ジメジメだったよね。ジメジメだったね。いや、あれはちょっとジメジメだったな。すっごかった、家の中しけって。いや、本当にそうだわ。ねしけってた。すごいよ。
確かに確かに、なんか充電が終わりそうだから一旦ここら辺でドライブトーク終わろうかな。40分ぐらいかな。はい、結構喋りましたね。結構喋りました。じゃあ今日はこれからショッピングモールに行ってお買い物をしたり、映画を見たり、ランチを食べたり、はいして、あとは作業もするかもしれないですね。パソコン持ってきたんで、カフェで作業したりとかしようかなと思っております。はい。やっていきましょう。ぜひぜひ。なんかドライビングトークよくすると思うので、なんか皆さんも2人で話してほしい会話とかトピックがあったらぜひコメントに書いてくれたら嬉しいです。はい。ということで、今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまたね。またね。